今回は大阪空港を出発しておよそ2時間半、屋久島へ向かいます。屋久島は鹿児島県の佐多岬から南へ約60キロの海上に位置する島です。これからこの島の大自然を巡る3泊4日の旅が始まります。はい、屋久島に到着です。はい、空港のちょっと脇にある観光案内所の方でバスのチケットを買おうと思います。はい、こちら往復バス代2000円とこの山の環境保全協力金のお願いですけど、こちらまでつけても構いませんか？はい、ありがとうございます。では、2人分6000円でお願いします。一番高いのがこの島になってる。でも結構高いもんなんだけど、はい、ここでお昼を食べたいと思います。片桐さん。はい、千尋の滝というところに来てみました。もっちょむ岳登山口。うわ、すごっ。滝というより岩がすごい。なんかあれだ、ダムみたいな、人工のダムみたいな感じだね。落差60メートルの滝の左側に広がるのは 250×300 メートルという巨大な花崗岩の一枚岩です。1000人が手をつないだほどの大きさという意味から千尋の名がついたと言われます。おー、ここからも滝がきれいに見えます。で、こっちは海。ここが一番海がきれいに見える。これが大湖の滝。これは那智の滝よりも迫力がありますね。結構近づけるみたい。すごいすごいな。うわ、めっちゃ近くまで来れます。はい、こちらが大湖の滝です。大湖の滝は落差88メートル、日本の滝100選にも選ばれた屋久島最大の滝です。滝壺近くまで歩いていけるため、轟音と水しぶきを間近に感じることができます。はい、天気予報通り急に強い雨が降ってきました。はい、こちらちょっとショッピングセンターで明日のお昼ご飯を買おうと思います。はい、こちらが今日のお宿です。縄文の宿満点です。普通の部屋みたいな。はい、じゃあいただきます。うまそう。おはようございます。屋久島の旅2日目です。一緒に来ていた息子の方が体調が悪くて今ホテルで寝てるんですけれども、今日は一人で行動することになったので、もともと予定していた屋久杉に行くのではなくて宮之浦岳の方に登ることにしました。はい、空がだんだん明るくなってきました。
月が綺麗ですね。はい、こちらが淀川登山口です。駐車スペースは、はい、ここに4台ほどあります。はい、その向こうにはトイレもあります。はい、それではここから宮之浦岳の方に登っていきたいと思います。はい、行ってきます。屋久島は地下深部のマグマが冷え固まった花崗岩が地殻変動によって海面上に隆起することで生まれた島です。全体が巨大な一枚岩ともいえるこの島には、九州最高峰の宮之浦岳をはじめ標高1000メートルを超える山が40座以上連なっています。水平距離わずか数十キロの中で急峻に立ち上がる地形が屋久島のユニークな特徴を生み出す要因となっています。屋久島は月のうち35日は雨と言われるほどタウの島です。沿岸部の平地で年間4000ミリ、山岳部では1万ミリ前後に達し、世界有数のタウ地帯に匹敵します。この雨は黒潮が運んでくる湿った空気が急峻な山々にぶつかり持ち上げられる地形性降雨によってもたらされ、屋久島の生態系の豊かさを支えています。屋久島の植生の大きな特徴は垂直分布です。海岸線の亜熱帯植物から始まり、暖温帯の照葉樹林、屋久杉を中心とした杉林帯、山頂付近の亜高山帯の草原まで、標高が上がるごとに植生が入れ替わります。日本列島を北から南へ縦断した時に見られる生態系の変化が、この小さな島の中に凝縮されているのです。今回登るのは標高1936メートル、日本百名山にも選ばれている宮之浦岳です。日帰りの定番コースである淀川登山口からの往復ルートで登ります。また山小屋泊の場合は淀川登山口から入り、縄文杉を経由して荒川登山口へ下る縦走ルートもあります。はい、早速大きな屋久杉がありました。うお、すごいなこれ。めちゃめちゃ太い幹ですが、折れてるんですかね、途中で。いやー、屋久島に来たっていう感じがしますね。日の出の時刻を回ってだいぶ明るくなってきました。これまでのところはそれほど急登もなく歩きやすい道が続いています。結構木の根っこが濡れてたりして滑りやすいんで、そこだけ注意が必要です。普段登ってる山はほとんどが人工林なので、人間が手を加えてない山を歩くのは初めてかもしれないですね。この杉もなかなか大木です。いや、どこを見てもすごい巨木が多いんで、どこを見ていいのかもう一つ一つが大きくて圧倒されます。すごい、あれ、岩の上に木が生えてますね。こういうのが屋久島の特徴みたいですね。栄養がないところで育つことによって、木の年輪の密度が濃くなって長生きする、屋久杉が生まれるということらしいです。淀川登山口から1キロ、宮之浦岳まではあと7キロです。1ヶ月のうち35日雨が降ると言われている屋久島ですけど、今日明日は比較的天気が良さそうで、降水確率は 0% になってるんで、そんな雨の多い屋久島でもなかなか
珍しいですね。こんな2日連続で晴れるっていうのは運がいいです。この2つの木もすごいですね。大きな岩の上に木が生えてます。はい、この辺もこの木もすごいです。はい、よくこんなところに木が生えてそのまま育ちますね。わざわざこんなところに生えなくてもいいのにという気がしますけど、はい、ここから先は屋久島世界自然遺産地域ということです。1993年、屋久島は日本で最初の世界自然遺産に登録されました。評価された理由は植生の垂直分布と原生的な天然林の存在です。この独特の自然が生まれた背景には、栄養の乏しい花崗岩の地質と世界屈指の降水量という屋久島ならではの自然条件がありました。小屋が見えてきました。淀川小屋です。携帯トイレブースがありますね。水がめちゃくちゃ綺麗ですね。すごい。淀川小屋から結構急な斜面を登ってきまして、今稜線のところに出ました。これも見事だ。この下が空洞になってるのはなんでしょうね。これはこの下に別の古い杉の切り株とかがあったんでしょうか。この頭上注意はあれですかね。この木が朽ちて倒れそうなんで気をつけてくださいっていうことですかね。はい、もう今にも倒れそうな感じです。はい、今日は本当に天気が良くて、気温も寒すぎもせず暑すぎもせずという感じで絶好の登山のコンディションです。おー、すごい。いや、だいぶ上まで来ましたね。いやー、気持ちいい。なんでしょう、あれは。頂上にある岩が輪切りにされてますね。はい、展望所と書いてあります。行ってみましょう。おー、いいですね。あの岩もなんか丸いのが上に乗ってる。いや、気持ちいいな。はい、こちらが小花の会合というところで、湿地帯ですね。日本最南の高層湿原だそうです。結構この木道が凍ってて滑ります。結構滑って怖いので慎重に歩かなければいけません。うわ、滑りそう、怖っ。
はい、こちらが花のエゴです。はい、さっきより大きな湿原ですね。ここで栗を登山口まで行けるみたいですね。これはカエルかなんかの卵ですかね。はい、水面が凍ってます。岩の上を水が流れてて滑りそうで怖いです。なんとか行けそうだ。まだある。はい、この辺で水が補給できそうですね。水補給しました。美味しいです。いけますね。はい、ここロープで登っていくようです。上の方は滑る。ここを越えるのがよいしょ。はい。もうなかなか面白いですね。ここは岩の上を歩いていくんですが、岩に水が流れている。おー、すごい。この岩がすごいですね。道がわからない。ここにロープがあるけど、ロープの方か。あ、こっちか。ありました。なんだこれは。滑り台みたいな岩がありますけど、滑りそう。本当にロープとかがあればいいんだが、何もないですね。でもこれ凍ってるんでね、上の水が氷に足を置いちゃうとつるっといきますね。はい、ここもロープがあります。ここさすがにロープがないときついか。もう10時過ぎて日も当たってるんですけど、この辺はまだ氷が残ってます。はい、今ここの斜面で氷でつるっと滑って転びました。怖い。どこに足を置けばいいんだ。まあ幸い尻餅ついただけで済んだんでよかったですけど。うわ、滑る。怖い。ここも怖いな。滑りそう。凍ってるし。なんか雲が上がってきてますね。大丈夫かな。今ちょうど雲が晴れて栗尾岳が姿を見せました。あそこを越えていくんですね。はい、宮之浦岳まで
あと1キロになりました。はい、まだ姿は見えないです。あそこの大きな石が栗尾岳ですかね。なんだこれは。携帯トイレブースか。でもさっきまで雲が覆ってたんですけど、今は晴れてますね。風が強いんで流されたんでしょう。よかった。このまま晴れ間が続いてくれればいいんですけど。なんだあれ、すごい岩の上に岩が乗ってる。あっちもよく見ると巨岩だらけです。屋久島に巨岩や奇岩が多いのは花崗岩の性質と極端な雨量が重なった結果です。花崗岩が固まるときに生じた割れ目から雨水が染み込んで風化・浸食が進み、削られにくい部分だけが残ります。さらに土壌が薄く植物が根付きにくいため、岩がむき出しのまま残りやすい環境です。これらの条件が重なり、独特の巨岩や奇岩が生まれたのです。いやー、気持ちいいな。ここまで登ってきてもまだ海が見えないんですね。あれが栗尾岳かな。雪が出てきました。今回初めての雪ですね。この足を踏み入れるとズボッといきそうですね。ここからもう行かざるを得ない。うわ、怖っ。空洞になってる。あれが宮之浦岳のようです。ここまで来てようやく姿を見せました。栗尾岳の山頂も通るはずなんだけど、栗尾岳はどこだ。これか。あった、栗尾岳。やはりこの岩がそうみたいですね。はい、そしてあそこが、宮之浦岳。もう少しです。手前の方かと思いきや、奥の方に人がいっぱいいるんで、あっちの方が宮之浦岳のようですね。はい、でも人が確認できる位置まで来ました。はい、宮之浦岳山頂に到着しました。標高が1936メートル。ここが本当の山頂ですね。宮之浦岳山頂到着。やった。九州最高峰です。いやー、すごい。あまり長い時間休憩もできないので、そろそろ下山しようと思います。はい、今日はまた同じ道をたどって、淀川登山口の方に戻ります。はい、ここから縄文杉も行けるみたいですね。5.4 キロ。はい、行くときはこの辺岩の上の水が凍ってつるつる滑って怖かったんですけど、さすがに昼過ぎになると暖かくなって氷もほぼ溶けてます。いやでもツルツルがなくなってるだけでだいぶ精神的に楽ですね。あれかなり気を使わなきゃいけなかったんで、
多かった。よいしょ。ちょっと猿が道にいます。怖い。あ、ここにもいる。めっちゃいる。ヤクザルは屋久島固有のニホンザルの亜種です。本土のホンドザルと比べると体が一回り小さく、手足が黒く体毛が灰色なのが特徴です。全然逃げないですね。しかも同じ道沿いを行くからいつまでたっても猿の後を追いかけてるような感じです。全然逃げない。はい、ちょっともうちょっと向こう行って。どうしようどいてくれない怖いっすね。あ、来た、怖いよ。怖い。はい、花の上号に到着です。何か祠みたいのがありますね。はい、こちらにも小さな鳥居があります。何でしょうか、これは。はい、だいぶ下まで降りて屋久杉ゾーンに入ってきました。はい、この辺りは屋久杉の巨木がいっぱいあります。はい、淀川小屋まで戻ってきました。今16時ちょっと前なんですけど、今登っていく人と何人かとすれ違いました。確かに淀川避難小屋の方で宿泊する人たちでしょうかね。で、明日宮野浦に登るっていう感じかな。はい、もうすぐ淀川登山口に到着です。お、車が見えた。はい、宮野浦岳から下山して、ここ淀川登山口まで降りてきました。今日急遽宮野浦岳に登ることになったんですけど、はい、思った以上に景色が素晴らしくて、あと天気ですね。今日は本当めちゃくちゃ天気が良くて、気候もちょうど良くて、はい、絶好の登山日和でした。あと屋久杉もたくさん見れましたし、山頂近くの巨石というか巨岩もたくさんあって、本当に見どころが多い山でした。屋久島はやはり縄文杉の方行きたいなと思うので、明日もし息子の体調が良ければ一緒に行こうと思います。はい、それではまた明日。お疲れさんでした。